ワールドウォー2疑惑にようこそ。第二次世界大戦の真っ只中、最前線の兵士たちはどうやって情報を伝え合っていたんでしょうか。今回はですね、アメリカ陸軍の歩兵中隊に注目して彼らの通信手段、そのリアルな姿と課題に迫ってみたいと思います。部隊の神経系統みたいなものですよね。電鈴が走って無線が飛び交って、その実態と課題紐解いていきましょう。もし今回の探求を楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価をお願いします。また最新の探求を見逃しないようにチャンネル登録をお願いします。さて、戦場での情報伝達っていうのは本当に文字通り作戦の成否を分ける問題だったわけですよね。まさにおっしゃる通りです。まず基本からお話ししますと、野戦での通信の目的、これは指揮官が部隊をしっかり統制して状況を把握、そして火力を有効に使うというところにあります。はい。第一次世界大戦の泥まみれの塹壕戦を考えてみてください。当時は有線電話とか電鈴が主だったんですが、砲撃ですぐ線が切れたり、電鈴がたどり着けなかったり、指揮系統を保つのが非常に難しかったんですね。なるほど。それが第二次世界大戦に向けてはそのあたり改善されたんでしょうか。大きな進歩がありました。特に無線技術ですね。それからもっと持ち運びしやすい有線電話システムも登場しました。やっぱりその第二次大戦は戦車なんかが中心の機動戦が主になって戦線が常に動く。だから第一次大戦みたいな固定的な通信システムじゃもう追いつけない。そうなんですよ。ただ忘れてはならないのは、電鈴とか手信号、あとは発光信号みたいな昔ながらの視覚的な手段もまだまだ重要だったということです。結局一つの方法だけに頼るんじゃなくて、いろいろな手段を組み合わせて、どれかが使えなくなっても他でカバーできるようにする、冗長性を持たせるというのが原則でしたね。冗長性ですか。なるほど。では具体的に第二次大戦中のアメリカ陸軍、その歩兵大隊レベルでは通信っていうのはどういうふうに組織されていたんですか。はい、歩兵大隊にはですね、専門の通信小隊というのが置かれていました。小隊本部があって、電鈴を扱う班、有線電話を担当する班、それから無線と視覚信号を扱う班、こういう構成ですね。その基本となる有線班は具体的にどんな役割を。主な任務は、まず大隊指揮所に電話交換台と電話機を設置してそれを運用する。それから前方の観測所なんかに電話線を敷設していくということですね。防御時はですね、隣接する部隊との連絡線を確保したりとか、あと状況が許せればですけど、最前線の中隊まで優先を引くなんてこともありました。ではその最前線、歩兵中隊ではどんな装備が使われていたんですか。はい、まず中隊本部には通信を専門に行う兵士たちが配置されていました。それに加えて各小隊から電令が送られてきたり、あるいは支援してくれる重火器部隊からの連絡員がいたりもしましたね。機材としては大きく分けて、2つが特に重要でした。1つはリール機材 CE11 という装備ですね。 CE11、 これちょっと面白い仕組みで、話す声のエネルギーで電気を起こすんですよ。だから外部のバッテリーがいらない。へー。軽量な手回しリールと受話器のセットで、だいたい400メートルくらいの専用のワイヤーを引きながらでも通話できたんです。これは主に中隊本部と小隊とか観測所とか比較的近い拠点間を結ぶのに使われましたね。なるほど。もう一つは。もう一つが携帯無線機でした。で、特に重要なものが2つあります。はい。1つはおそらく最も有名だと思いますが、 SCR300、通称ウォーキートーキーですね。来ましたね。背中に背負うタイプの。そうです、あれです。これは FM 方式の無線機で、周波数を変えられて41チャンネルが利用可能でした。通信距離はだいたい 5km ぐらい。5キロ、結構飛びますね。そうですね。主に大隊本部と各中隊とか、あるいは移動中の指揮官との連絡に使われました。 FM 方式なので、他の AM 方式の無線機とは直接交信はできないんですけども。なるほど、そこは注意点ですね。ただその分ノイズには強くて、比較的クリアな通信が可能だったと言われていますね。で、もう一つの重要な無線機というのは。それがですね、 SCR536、通称ハンディトーキー。ハンディトーキー、名前の通り手で持つタイプですか。そうです。こちらは手持ち式の小型軽量な AM 無線機で、重さは約 2.3kg。おー、だいぶ軽いですね。
ただ通信距離は 1.6km 程度と短めです。でもその手軽さから中隊内の小隊間とか小隊と中隊本部間の近距離通信にこれは広く使われました。各中隊にだいたい6台くらいは配備されていたようです。なるほど。ウォーキートーキー SCR-300 とハンディートーキー SCR-536 で役割分担がはっきりしていたということですね。そういうことになりますね。SCR-300 は中隊以上のちょっと広範囲なレベルでの連携用で、 SCR-536 は中隊内部のより細かな連絡用といった使い分けです。なるほど、わかりやすいです。もちろんこのレラの無線機も万能ではなくて、状況によっては有線電話も併用されましたし、あと電鈴も依然として重要なバックアップ手段であり続けましたね。ということは攻撃の時と防御の時とではこれらの使い方もかなり違ったということになりますか？それはもう全くと言っていいほど違いますね。ほ攻撃の時は部隊がどんどん前進しますよね。はい。だから動きながらでも使える無線機が中心になります。中隊長はこれを使って前に進む小隊とか後ろから支援してくれる迫撃砲や機関銃チームと連絡を取り合う。そして全体の状況を把握してさらに上の大隊本部へ報告すると。これが非常に重要でした。なるほど、機動力が鍵なんですね。そうです。一方防御の時は陣地がある程度固定されます。そうなると有線電話が活躍しやすくなるんです。拠点間に線を確実に引いてより安定した通信を確保しようとするわけですね。でも有線だと切られちゃうリスクも。まさにそこなんです。油断は禁物でいつ砲撃で線が切られるかわからない。ですから防御の時であっても無線は常にバックアップとして準備しておく必要がありました。しかし理論通りにはいかないのが戦場ですよね。実際の運用ではどんな困難が待ち受けていたんでしょうか？おっしゃる通り、有線は例えば砲弾が近くに落ちたり戦車やトラックがその履帯で踏んでしまったりすればもうあっけなく切れてしまう。ですよね。無線もじゃあ万能かというとそうでもない。 SCR-300 のバッテリー、これは型番にもよりますが BA70 というタイプでだいたい25時間、BA80 だと10時間から12時間くらい。半日とか1日持たないこともあったんですね。常に予備バッテリーの心配がつきまといました。それに電波というのは地形にすごく影響されるんです。丘があったり森が深かったりするともう届きにくくなる。見通し線ですか。そうなんです。見通しの良い場所を確保するのが重要でした。さらに深刻な問題としては敵に会話を傍受される、盗聴されるリスクです。細かい周波数の調整、キャリブレーションも重要でしたし、あと雑音を消すためのスケルチ回路というのがあるんですが、これが感度を下げすぎてかえって弱い信号を聞き逃す原因になることもあったようです。なるほど。敵に機材そのものを奪われるなんてことももちろんありました。ですから万が一鹵獲されそうになった場合には機材を破壊する手順というものもちゃんと定められていたんです。そうなんですね。結局のところどの通信手段にも長所と短所がある。だからこそ電鈴、視覚信号、有線、無線、これらを状況に応じて賢く使い分けて、そして組み合わせる、この冗長性が何よりも大切だったわけです。記録なんかを見てみても、例えば成功した夜間の襲撃作戦なんかでは無線だけじゃなく視覚信号や電鈴が巧みに併用されていたことが分かっています。こうした戦場での本当に厳しい経験が戦後になってより信頼性が高くて、もっと小型で軽くて、そして何より敵に内容を知られにくい秘匿性の高い無線通信技術の開発へとつながっていくんですね。ということは第二次世界大戦下の歩兵中隊の通信っていうのは伝令みたいなある意味古くからの方法とウォーキートーキーのような新しい技術が混在していて、それぞれのいいところ悪いところを現場で必死に補い合いながら運用していたと、そういうことなんですね。まさにそういうことです。そしてここで重要な視点はこうした通信の不確実性、よく戦場の霧なんて言われますけども、それが常に指揮官の判断に重くのしかかっていたという事実です。戦場の霧。情報が不完全で時には全く途絶えてしまう。そんな中で彼らはどうやって決断を下していたのか。これは情報が、ある意味溢れている現代に生きる私たちにとっても何か考えさせられる問題かもしれませんね。確かにそうですね。
今回の探求があなたの知的好奇心を刺激するものとなれば大変嬉しいです。もし楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回の探求でお会いしましょう。